形あるものはいつか壊れる。壊れたものに再び命を吹き込む。美しき職人技の世界。修理見せます。今回の舞台はこの机の上。修理人が使う道具はドライバー、ペンチ、そしてさまざまな専用工具。今回の見せる修理人はこの方、早田清さん。早田さんが修理するもの、それはカメラ。扱うのは1960年代までに作られたいわゆるクラシックカメラ。電池を使わずバネや歯車だけで動く。その内部は多いもので1500個もの部品が精密に組み合わされている。修理を始めて41年。これまで6万台以上のカメラを直してきた。どんなに古いカメラでも再び鮮やかな一枚を写せるようよみがえらせる。クラシックカメラ直します。この日も修理人の作業場を一人の男性客が訪ねていた。依頼人の山崎さん。このカメラなんですが、だいぶ古いカメラでして、ちょっと使えなくなって、だいぶ経ちますね。もう7、8年使えないんですが、なるほど。これ父から譲り受けたカメラでして、ああ、そうなんですか。初任給から半年ぐらい給料を貯めて、偉いね。でサラリーマンになった記念に買ったなんて言ってましたので、1952年に発売された当時の最新機種だった1台。依頼人が子供の頃、父がよく写真を撮ってくれた。親子2代にわたり愛用してきたカメラはもう本来の役割を果たさない。今このカメラで撮影すると端が白く飛んでしまったり、全体がぼやけてしまう。父が大事にしていたものでもありますし、自分のいろんな思い出にもつながりますので、きちんと動くようにしてですね、それで、使っていきたいなと思うんですね。もう一度美しい一枚を。その思いが修理人の腕に託された。修理はカメラに耳を澄ますことから始まる。シャッターの音がなんかどこかでなんか動かなくなってるって感じですね。故障の原因をイメージしてから分解に取り掛かる。カメラの心臓部が姿を現した。このカメラはフォーカルプレーンと呼ばれるシャッターを採用している。特徴はシャッター幕の動き。シャッターを切ると布製の幕が左から右に走る。スローでもう一度。1枚目の幕が開き、フィルムに光が当たる。シャッタースピードに応じもう1枚の幕が閉じる。2枚の幕が時間差で動くことで一瞬の光景をフィルムに焼き付けるのだ。作られてからおよそ60年、初めてシャッター幕が取り外された。いた。めちゃくちゃ開いてるね、まだ穴が。幕が劣化し穴が開いていた。
ここから漏れる光が白くぼやけてしまう原因だった。こうなるとシャッター幕を取り替えるしか手はない。素材や大きさはカメラによって様々。機種に合わせて選び切り出す。何十年も経ってるわけだから、作った時の企画通りにはいってないことは確かなんだよね。その辺は自分の勘で長さを本当1ミリか2ミリなんだけどちょっと調節するんですよ。新しく作ったシャッター幕を取り付ける。正確に水平と垂直がきちっと張っていないと、ちょっとでも間違えてるとシャッターがうまくいかない。カメラはわずかな誤差も許されない精密機械。ほんの少し斜めになってしまった。0.1 ミリ単位のズレを修正する。修正完了。この精度がカメラの命となる。続いてレンズのメンテナンス。湿気やオイルの蒸発によりレンズの内側に水滴のようなものがついている。専用の工具で分解する。薄いレンズが何枚も組み合わさってできたカメラのレンズ。その一枚一枚の汚れを丁寧に落としていく。カメラはね、一番敏感な部分で使う、唯一の道具なんですよ。目のそば、鼻のそば、一番気にする場所で使う道具だから、やっぱりその気持ちよく使ってもらいたい。いよいよ組み立てが始まる。これはあれで、目の前の部品を分解した時の記憶をもとに組み立てていく。部品と部品って同じところにネジで止まるようには作られてないのよ。少しずつだけでずれるんですよ。締め方がちょっとでも違うと当たり方が変わるだけで動きが変わるわけよ。組み立て始めて1時間。かつての手触りをそのままにカメラがよみがえった。こうなんとも言えないさ、写真撮れたなっていうこのね音がね、この音が出るまで一生懸命頑張るんですよ。でやっぱりですね、お客さんがもうこれ受け取ってシャッター切った時に「こんなにいい音になるんですか」って言ってくれるとやったなとなるわけだよね。しかしこれで修理が終わったわけではない。修理前は白くぼやけていた写真。きちんと写真が撮れて初めて修理完了となる。果たして店の前の景色が色鮮やかに切り取られた。依頼人が再び作業場へ。こんにちは。どうも。どうも。レンズ綺麗ですね。レンズ綺麗になりましたね。
素晴らしいです。ああ、いい音だなこれ。シャッターが、このシャッターの音で3杯飯が食えるって感じですね。ああ、さすがに。いや、どうもありがとうございます。どうぞ。まだこれからたくさん使います。まだ最低30年ぐらい使います。そうですね。大切な写真がこれからも増えていく。